本日は首都圏における帰宅困難者のモデリングという点について発表させていただきたいと思います。で、本日お話しするのは2つのテーマに絞ってお話をしたいと思います。一つは、人々はいかにして帰宅を決断したか、なんで帰ろうと思ったかという点と、もう一つは、ツイッターによってですね、拡散した首都圏の避難所情報というのは本当に有用だったのか、この2点についてお話しします。で、まず、今回2人でやってたんですけれども、1人目のハラコンさんがやっていた、人々はいかにして帰宅を決断したかの話をします。問題意識として、なんでみんな帰ろうとしたのか、例えば職場で避難命令が出たからみんな焦って帰ろうとしたのか、それとも自宅の買ったばっかりのテレビが倒れていないかとか不安になってしまって、早く帰らなきゃ、確認しなきゃということで帰宅したのかというのを確認したい。で、じゃあこれが分かると何が嬉しいかというと、帰宅者の意思決定理由というのが分かれば、それを解消することによって帰宅者が減ればですね、交通網の混乱が回避できるので、より回復が早くなるということだったりとか、例えば人が殺到してしまうことによる二次被害、三次被害というのが防止できるのではないかと考えています。で、アプローチなんですけれども、ツイッターのデータをそのまま、統計分析するのではなくてですね、ツイッターのデータを一度変換して、ユーザーごとの文字が続いている、実行動にと置き換えてしまいます。によって、それによって定量経済のモデリングの手法というのを適用していきます。じゃあちょっと震災当日の首都圏の帰宅行動というのを見ていきましょう。ジオタグ付きのツイッター ID から、1778名ぐらいこう抜き出してみると、3つに等で帰宅した人か、公共交通機関を用いて帰宅した人か、待機宿泊した人の3種類に分かれます。で、これを勤務地と自宅で自宅と推測される距離との分布を取ってみると、ある程度距離が遠くなってくると、公共交通機関に帰宅する人が増えてくる。で、もっと遠くなってくると、もう帰れるから、もう待機宿泊しようという人が増えてくるというのがまず傾向として見えてきます。じゃあこれを分析していくんですけれども、ネスティッドロジットモデルというもので、帰宅の意思決定行動をモデル化して、同時にシミュレーションをやってみましょう。なので、例えば、ツイッターのデータからですね、本人が例えば家族が不安と思っていたりとか、電車が動いたって発言してたりとか、なんか会社で帰宅命令が出たって発言していたりっていう、そういう情報と、あと、自宅まで本人がそのいた場所から何キロかだったりとか、乗り換えが自宅まで何回ぐらい必要になるかとか、徒歩で何分ぐらいかかるかっていうのを、これはもう、人手である程度、結びつけてやって、それをモデルにぶち込むと、帰ろうと思ったか帰ろうと思わなかったか、また帰る場合は徒歩で帰ったか、公共交通機関で帰ったかっていうのがモデル化できます。また同時にそれらのようにどれがなくなるとどういうふうに人々の行動が変わるかっていうのがモデル化できます。これによって分析した結果を結論として見てみると、家族とか自宅の不安を感じている人に対してそれらの不安を取り除くとですね、その場待機だったり宿泊するっていうのが 4% ぐらい増加するということで、じゃあどういうことかっていうと、なんか家族間での一言でもいいので安否が確認できるような家族間での取り決めみたいなのを結んでいくことだけでも、みんなの不安が、安らいで待機する人が増えるということです。あともう一つは、滞在場所を確保するとどれぐらいの人がじゃあ待機するかっていうのを見てみると、22% ぐらい待機する人が増えます。なので、会社側としては安易に帰宅命令を出すよりも待機場所として会社を利用させてあげるべきだと思います。また同時に宿泊可能な避難の重要性というのがさらに増してくるわけですね。じゃあそこでもう一つ考えてみます。ツイッターによって、拡散した首都圏の避難所情報が有用だったかも見ています。流れてきた避難所情報、本当に有用だったでしょうか。例えば拡散希望ばっかり流れてきて、本当の情報が流れてこないとか、モバイルにはツイッターって取得できる情報少ないので、ある程度重要な情報が流れてくるというのが重要です。なので、混雑情報データというのと付き合わせることで検証しています。で、アプローチとしては、避難所の情報を目視で68箇所抽出して、緯度、経度というのを付与します。で、同時にその避難所名を含むツイートというのをどんどん数えていきます。また、避難所にいる人数っていうのを前輪のデータから取得します。で、見てみると、ある程度避難所の空白地帯というのが見えてくるというのがまず分かります。じゃあ、ツイートの数と人口というのは比例しているかというと、あんまり比例関係がないのではないかというのが分かります。また、時系列を見てみると、ある一点でバーストしてほとんど発言されないというのが2箇所で分かります。じゃあ、時系列的な相関関係あるのかというと、やっぱりこれもちょっとあるのかないのか分からない、正直ないんじゃないかというのが分かります。もっと言ってしまうと、RTS が多くてもそもそも誰も確認していない、このタイムズスクエア渋谷区役所文化服装学院というのは、非常につぶやかれたんですけども、正直デマだったというのがツイートを見てみると分かります。しかし、それが現地に行った人がどれぐらい指摘しているかというと、9万件あったうちの45人が指摘したりとか、6000件あったうちの65人だけが指摘していたりとか、1万9000件あったうちの90人しか取得していない、指摘していない。ということは、ぶっちゃけみんな、避難所情報って本当に役に立っているのかというのが、ここまで来ると疑問になってくるわけです。というのは原因として、RT のピークが早かったり遅い時間だったりするので、みんな一過性のもので過ぎてしまっていることが確認できないというのがあると思います。以上で発表終わります。はい、ありがとうございました。
後半なんですけども、すみません、RT のピークが早かったり遅かったりすると、例えば夜必要になってくる避難所の泊まれる場所だったりとか、15時に RT されてもみんな後から確認できないわけです。逆に厚生労働省の避難所告示っていうのが24時ぐらいにバーッとバーストが上がっているので、それじゃちょっとみんなが泊まるっていう意思決定をするには遅すぎるっていうことなので、ある程度まとまった状態で、常時表示するだったりとか、Google マップのような形でまとめ情報っていうのを RT していけば、常時、アップデートされるので、ある程度みんな確認できるというのが定例です。すみません、こういうところで結局公的な正しい情報というか、感度の高い情報をいかに発信するかっていうのは、結局一番大事じゃないかということなんじゃないかなと思うんですけれども、実際に行政の方の立場を考えますとですね、多分人手も足りないし、実際中央だと、とてもそんな余裕はないと思うんですね。その場合に、例えば情報ボランティア的なですね、反公式的なお墨付きをもらって、そういう情報的な発信をサポートするような人たちっていうのがいてもいいのかなと思います。おっしゃる通りだと思います。はい、ありがとうございます。では、ちょうど時間